どうもいつもお世話になっております。ムケマルです。今回は極グラシャラボラス透滅戦の解説動画になります。はじめに、この動画は早期攻略動画のため、最適解ではない可能性があることをご了承ください。ギミックの説明は、流れを把握しやすいようにこのような図解を交えながら進めていきます。それではよろしくお願いします。オーバーブースト。ボスの左右に表示される青い玉の数を見て、後に来る攻撃を判断します。玉が4個ならペア後回り。玉が8個なら3回です。今回は玉が4個なのでペア後回りと覚えておきます。ブーステッドエクスプレスまたはバキューム。ノックバックか引き寄せのどちらかが来ます。今回はエクスプレスなのでノックバック。ノックバックの後、青い魔法陣から直線ビームが来ます。ここの判断ポイントは魔法陣の高さを見ることです。魔法陣は上段か下段。光っている高さにビームが来ます。なので今回は上段の魔法陣ラインに移動すれば OK。避けた直後、先ほど予告されてたペア後回りが来ます。オーバーブースト。ペア後回りまたは3回の予告です。今回は先ほど来ていなかった3回予告です。ブーステッドエクスプレス、バキューム。これも今回は先に来ていなかったバキュームです。ボスがいかにも吸い込みそうなので、障害物に隠れて引き寄せられないようにしましょう。そしてその後、予告されていた3回が来ます。アンリミテッドエクスプレス。全体攻撃と同時に車両が変わります。軽減をしましょう。オーバーブースト。ペア後回りまたは3回の予告です。今回は弾が8個なので3回からです。随伴機出撃。フィールド左右にタレットが出現します。光ってるタレットから側面ビームが来るので、障害物を利用して回避します。青い魔法陣が出たらエクスプレス。ノックバックの後前方の魔法陣から直線ビームが来ます。処理の順番は、横のビームを障害物で回避してから、すぐに上段にある魔法陣のラインに行きます。青い魔法陣が見えたからといって焦って移動しない。側面ビームの着弾を待つのがポイントです。そしてこの後予告されていた3回をします。オーバーブースト。今回は先ほど来ていない方のペア後回り予告です。タレットから側面ビームが来ます。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。タレットから側面ビームが来ます。すぐに先ほど来ていない方のバキュームが来ます。処理の順番は、側面ビームを回避してから吸い込まれないように障害物を利用しましょう。そして予告されていたペア後回りが来ます。この後も出てきますが、ペア後回りまたは3回は、ノックバックまたは引き寄せの後にセットと覚えましょう。アンリミテッドエクスプレス。全体攻撃と同時に車両が変わります。軽減をしましょう。2分バーストのタイミングです。基本ここで打っていいと思います。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。果てしなき暴走。異空間に吸い込まれ、フィールドが変わります。ここの考えるポイントは2つだけです。このフェーズでは、外周の内側と外側それぞれに列車が走っています。なので予兆も同時に2種類来ます。ここを切り分けて見ていきましょう。まず1つ目。タンクについているこの予兆マーク。これは、内側を走っている列車から扇ハンニが飛んでくる合図です。なのでタンクは、その扇ハンニを外周側に出し、中央は必ず分けましょう。次にもう一つの予兆。中央で爆発しているこちら。これは、外側を走っている列車からの攻撃です。この外側列車は、33後回りか、ランダム3人に円範囲をしてきます。ここで判断材料になるのが煙突と音です。汽笛の音が聞こえたら予兆スタート。今、音と同時に煙突から2発発射されましたよね。この場合は33の後回りです。別パターンとして、煙突から3発発射されることがあります。この時は、ランダム3人に範囲攻撃が来るので3回してください。ここでの3回について、事故を防ぐために補足します。近接は中央の雑魚の側面に位置し、H2 がやや雑魚に近づくことで、外周にいる D3D4 の立ち位置に余裕が生まれます。外周に3人が横並びになる形よりも、H2 が少し前に出た方が事故は起きにくいです。ただし、前に出すぎると近接の範囲攻撃に巻き込まれる可能性があるため、注意してください。近接は側面に立ち、攻撃できるギリギリの距離まで離れてあげると良いと思います。近接が真横っていうのがポイントです。
そうしないと H には前に出れません。では実際に見ていきましょう。汽笛の音が聞こえたら集中して発射数を聞きます。3回ですね。なので3回押します。何度も言いますけど、近接は真横に行くことを推奨します。再び汽笛の音が聞こえたら集中して発射数を聞きます。3回ですね。なので3回押します。再び汽笛の音が聞こえたら集中して発射数を聞きます。2回ですね。今度は33後回りをします。平対象なので平のところに集まりましょう。あとは省略するため早送りします。果てしなき暴走。利口技です。しっかり軽減をしましょう。後半戦、2分バーストのタイミングです。ボスから手が生えて、栄唱なしの全体攻撃が来ます。結構痛いので軽減をしましょう。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。ディレールパウンド。等の連続後回りです。魔法陣で26受けするならば、60秒軽減以外使わないようにしましょう。60秒軽減なら魔法陣までにリキャストが返ってきます。等の直後は、後方のワープに乗るがセットです。覚えておいてください。頭割りを受けている時に、ワープに素早く移動する意識をしておきましょう。フラッシュサンダー。ボスが手をパチンと鳴らしたら足元にハンディが設置されます。すぐに移動しましょう。この後も何回か来るので、この音は覚えておきましょう。ヘッドオンイルミネーション。フィールドに上段または下段のハンディが連続できます。ボスの口からフィールドに青い電気が流れていたら下段ハンディ。ボスの頭上がオレンジに光っていたら上段ハンディが来る予兆です。フィールドギミックを利用し、上と下を行き来しましょう。魔法陣展開。中央のひし形を円魚鳥が移動します。止まった角から大円ハンディ。ボスの手が合わさった瞬間が発動タイミングです。また、魔法陣と同時に44後回りが来ています。対象はタンクとヒラから1人ずつです。ここの魔法陣は軽減を多く使うことでギミック移動をほぼ無視できる楽な処理方法があります。いわゆる魔法陣26受けという方法で考案してくださった方に感謝いたします。この方法は合計3回派生する魔法陣の円範囲を軽減で受け切る処理になります。やり方はシンプルで、立ち位置はタンク2人が左前、残りの6人が右前に待機します。1回目は MT 組が多めに軽減を使用し、2回目は ST 組が多めに軽減を使用。3回目はタンク LB を使って受ける流れです。なお、アンチの状況によっては、3回目のタンク LB を温存できる場合もあります。ギミック的にはとても簡単に見えますが、タンクヒラの方に負担がかかっています。なので、他のギミックで負担をかけないように DPS は被弾をしないようにしましょう。ヘッドオンイルミネーション。続けて上段下段ハンディが連続できます。ボスを見て、口が先なら上へ移動、頭が先なら下にいましょう。フラッシュサンダー。次は設置型ハンディが来ます。基本上下段ハンディが終わった位置から変に動かずハンディを捨てましょう。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃です。ここは26受けの影響で、タンクには必ず非ダメージ増加デバフがついた状態になるため、注意してください。続いてディレールパウンド、ディレールです。等の連続頭割りギミックで、頭割りは毎回1回ずつ増え、今回は合計4回派生します。ここも26受けのしわ寄せが来ており、十分な軽減がないため、MT は無敵受けをしましょう。他のメンバーは頭割りに入らないよう注意してください。ここも、後方ワープ移動がセットなので、頭割りが終わったらすぐに後方ワープに乗りましょう。ここは一回上を経由しないといけないので急いでください。今度の車両はブロックでほとんど埋まっています。サイコキネシス。
何個か取り除かれ、2人にマーカーがつきます。左右の端で円範囲を受けましょう。その後すぐ設置型の範囲が来るので、端っこで範囲を捨てて中央をアンチにしましょう。サイコキネシス。次は3人にマーカーがつきます。左右と南で3回しましょう。今回は設置型の範囲は来ません。代わりに次の攻撃が来ます。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃です。次は5人にマーカーがつきます。基本的に被らないように外側に3回します。これも外側に設置型の範囲を捨ててから中央に駆け込む処理をします。等の連続頭割り。今回は合計5回派生します。等3回目は ST が無敵を使ってください。頭割りが長いので、栄翔ギリギリで無敵を使いましょう。この時、残っているブロックを見て、通れるルートで移動してください。ここが最後のフィールドです。オーバーブースト。ペア頭割りまたは3回の予告です。今回は弾が4つなのでペア頭割りです。炊飯器出撃。フィールド左右にタレットが出現します。光ってるタレットから側面ビームが来ます。障害物を利用してビームを回避します。ヘッドオンイルミネーション。側面ビームの後すぐに上段下段の範囲が連続できます。側面ビームをやり過ごしてから移動してください。また側面ビームが来ます。サイコキネシス。右前のブロックが取り除かれます。4人に頭上マーカーがつきます。すぐに設置型範囲が来ます。ここは少しばらけていると思うので、人が少なそうな場所へ。迷ったら中央アンチで OK。今回は青い魔法陣が出ているのでエクスプレス。側面ビームを避けた後、ノックバックを受け、安全な青色魔法陣のラインに行きましょう。そして結構前に予告されていたペア頭割りが来ます。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。今回も26受けのため、映像を差し替えています。ここの魔法陣は2回しか来ませんのでご注意ください。同じように1回目は MT 組、2回目は ST 組が軽減を入れましょう。また、2回目が終わった後には設置型範囲が来るので覚えておきましょう。フラッシュサンダー。足元設置型の範囲が来るので回避します。他の動画を継ぎ足して時間切れまで見ます。ブーステッドエクスプレス、バキューム。今回はバキューム。障害物を利用し吸い込まれないようにします。そして予告されていたペア頭割りまたは3回が来ます。ヘッドオンイルミネーション。上段下段攻撃が来ます。どちらが先に来るかボスを見て判断しましょう。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。フラッシュサンダー。足元設置型の範囲が来るので回避します。ディレイルパウンド。等の連続頭割りです。これが時間切れになります。最後にこの5区の重要ポイントを載せておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。